こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの絵本を覗き見させてもらい、部屋についてライフスタイルを紹介するコンテンツとなっております。今回は上田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。上田さんについて自己紹介をお願いします。はい。上田と言います。普段は個人で物を作ってでそれを自分のお店で販売してっていうのをやっています。でやりつつその SNS とかでその自分の私物とかなんか好きなインテリアの空間とかをなんか自慢するのが好きででちょこちょこ趣味がてら自慢なんかそういうコンテンツを作りつつ、あとはたまに自分がこういう商品作ったよっていう告知も挟みつつっていう感じでなんか、そういうのをなりわいにして普段は生活しています。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで今回紹介させていただくこちらのご自宅が、ワンルームということで、だいたい何畳ぐらいのお部屋なんですか？だいたいここはキッチンとかそういうスペースも含めてトータルで5畳ぐらいです。結構じゃあミニマルというか、そうですね、本当に最小限のスペースで暮らしてます。はいはい、というわけで、最小限だからこそ多分アイテムはすごいこだわりがあると思うので、そのあたり詳しくお尋ねできればなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、まず最初じゃあこちらのスペースから紹介していただきたいんですけど、ここはどのようなスペースになりますか？基本的には発送する在庫の資材とか、あとは試作をするための工具とか工作類のそういう道具を置いてるお部屋のバックヤード的なスペースなんですけど、実はここキッチンと地続きになってまして、このラックの、棚の高さと、冷蔵庫の高さを全てこう均一になるように合わせていて、でここがこう凸凹になっちゃうと動線の邪魔になって、これまた部屋がこう僕の部屋すごい狭いんで圧迫感があるんですよね。いかにこの視線をこうスッとこう開けた視界をこう作るかっていうので一個工夫してる点ですね。なのでどういうスペースかっていうと、ここはバックヤードなんですけど、この部分は僕はキッチンとして使ってて、ワンルームのキッチンで本当にシンクと IH コンロが1個だけの料理するスペースなんか一切ない場所なので、それをちょっとでも拡張したいという意味でここで料理をしたりとかお鍋で温めたりとかもしていますね。そう考えるとすごい贅沢なキッチンスペースそうですよね。かなり広い。下手ないいよりキッチン広いんじゃないかなと思います。ですよね。それでコンロとかもあれか。そうですそうです。あったりするんですね。はい、まさにまさに。今はちょっとカセットコンロが置いてないんですけど、ここでフライパンで炒め物をしつつ、こっちでパスタ茹でたりとか、そういう二口コンロ的な使い方もしてますね。すごい充実したキッチンがあります。はい。ちなみにこのスチールのこの棚というかキャビネット、これはどちらで購入されたんですか？D& デパートメントさんっていう古くからある製品をリメイクしたりとかロングライフなデザインを売りにしているというか、そういう長く使い続けられるものがいっぱい置いている製品、メーカーさんで、これももともと多分工業用のスチールラックなんで、それこそ倉庫とか商品のバックヤードに置いてあるような業務用のものがすごい取り扱い多いんで、僕もそこで選びました。なるほど、ありがとうございます。続いてこちらの、メインの、リビングスペースって言ったらいいですかね。そうですね。ちょっと紹介をしていただきたいなと思います。はい、まずこちらのスペースを作るにあたって、こだわったポイントからちょっとお尋ねしたいんですけど、どんなところにこだわりましたか？この家全部で5畳しかないので、その部屋の中で寝たりとかご飯食べたりとか仕事したり試作したり、たまに梱包発送もしたりしてるんで、もう僕の人生全部ここなんですよねある意味。なんでそのレイアウトも全てに応用できるようにというか、全部に兼用できるように配置してて、例えばこのテーブルもここでご飯食べるし仕事するから、本当は何も置きたくないんですよね。あんまり物を置きたくないから
出窓で仕事できるようにもレイアウトを配置してたりとか、ここにマットレスがあるんですけど、そのマットレスの幅と壁の幅をそのぴったり合わせたりとか、極力その自分が心地よく暮らせる寸法というかサイズ感のものを選んだりとかして配置してますね。はい、なるほど。というわけでじゃあちょっと細かいはい、セクションのお話をちょっと順番に聞いていこうかなと思うんですけど、はい、まずじゃあこちら側のワークスペースと言ったらいいでしょうか。そうですはいね。ちょっと紹介をしていただきたいなと思います。はい、でまずこちらのスペースは普段は試作とか、はいはいはい、結構いろんな内容のお仕事をされる感じですよね。そうですね。はい、奥の雑貨というかアイテムがたくさん置いてあるトレイというかね、はい、あると思うんですけど、この辺りはどんなものを置いてらっしゃるんですか？と基本的にその僕ものづくりをなりわいにしてるんで、自分のものづくりに参考になるというか自分のアイディアになりそうな商品とかを買っちゃうんですよね。なんでそれを並べて、で仕事中眺めたりとかして、こういう構造のもの僕もいつか作りたいなとか思いながらテンションを上げるために置いてるっていうのと、基本的にここで立ちながら仕事することもあるんで、疲れた時とかハンドマッサージャーなんですけど、こういうのでこうグリグリと手をマッサージしたりとかしたりしていますね。はい、すごいですね。なんか一見マッサージャーに見えないというか、そうですね。マッサージ機って堂々と部屋に置いておきたくないなっていうか、初めて見た人がこれを見るとなんかオブジェなのかな何なのかなっていうぐらいの健康器具というかそういうのが意外となかったんで、そういうのを選んでおいたりしてます。はい、わかりました。あとはお隣に木とこのゴムですか、ゴムですね。でできてるアイテムがあると思うんですけど、これはどんなアイテムなんですか？これは多分大きなグリップで木とゴムだけで構成されているアイテムなんですよ。で、実際これ今クリップとして使ってるわけじゃないんですけど木とゴムだけでこんな構造のクリップを作れるんやっていうのがすごい感動して、構造を手元に置いときたくて買っちゃったって感じですね。これちなみにどちらのブランドのものなんですか？多分モエベ、もう読み方わかんないですけどモエベっていうもので、確かデンマークのブランドだった気がします。はい、で表参道にあるスパイラルショップっていうところで買いました。確かにあそこは結構いろんな変わった雑貨というか用がなくても行っちゃう、はい、ありますもんね。そうなんですよね。クリップ以外にも額縁とかもこれと全く同じ構造で作ってたりとかして、木の縁を側面に溝が掘ってあって、そこにゴムがこうビーって通ってるんですよ。大きな輪ゴムみたいなんで、はい、その木をバチンと止めてるんですよ。そうすると固定されるんですよね。木の枠が、はい、4つの枠があって、はい、バラバラで4本の棒みたいなやつをゴムでバチンと挟むっていう、それで作られてる、環境にも配慮したというか、はいはい、過剰なパッケージもしないしっていうので、それがすんごい良くて、こういうものをいつか俺も作ってあるかなとそういう意味も込めてここに置いてます。いつか僕もこういうのを作るぞとなるほどありがとうございます、はいはい、そしたらじゃあちょっとそのお隣のこのワークスペース、はい、この、今 PC とかが置いてあると思うんですけど、この辺りは今普段どのような形で活用されてるんですか？基本的にその 100% ここで作業するっていうわけではないんですよ。っていうのは基本的にはこのテーブルで座ってメールな返信だなんだしてるんですけどずっと座ってるとその腰に悪かったり、あまりにもちょっと健康に悪いなと思ったんで、たまに立って作業する場所にしたかったんですね。なんでここでパソコンで自分のデザインもしたりするし、メール返信したりするし、たまにここにカッターマットを持ってきてそのアイデアを工作したりとか、あとはここにメモがあるんでアイデアをメモしたりとか、なんかそういう幅広い本当に一つのデスクとしてここを活用してるって感じですね。出窓のじゃあ高さも絶妙だったというか。そうですね、まさに僕の身長に対して出窓の高さがデスクとして使うのにちょうどいい高さで、
この物件を選ぶ決め手になったのが本当にまさにこの出窓なんですよね。5畳っていうすんごい狭いスペースなんで、そこで仕事も暮らしも両立させようとするとどうしてもこういう兼用できるスペースがないと仕事と暮らしを両立するのはちょっと無理かなと思ってたんで、そんなタイミングでこの出窓がある物件を見つけたんで、ある意味この出窓が部屋のアイデンティティっていう感じなのかもしれない。まず PC スタンドからちょっとお尋ねしたいんですけど、これはどちらで購入されたものですか？これはIKEA で購入したんですけど、ワイヤーだけで構成されてる PC スタンドって意外と僕が探した限りではなくて、ごっつい金属製のアームがついてたりするようなものが僕が探した中では多かったんで、これもさっきの話とつながるんですけど、この空間を利用できる PC スタンドが欲しかったんですよね。すごい狭い空間をフル活用しないといけないんで、ここも使いたいしここに物を置きたいしとかいうのがあって、それがまさに IKEA から出てたんで買ってしまいましたこの IKEA の多分このラインナップがリモートワーカーに向けたというよりは音響機器を扱われる人たちに向けたラインナップらしくて、これ以外にもそのレコードを収納しておくものとか、あとはなんか音響機器を置くためだけのスタンドがあったりとか、そういうものとして作られたらしいんですけど、でもまさにこのスペースが活用できるのが僕にちょうどぴったりだったんで買いました。なるほどね。そしたらあとはお隣にも普段お仕事されてるね、電卓だったりそういったものがあると思うんですが、これは今どういった感じで普段活用されてる箇所なんですか？そうですね、なんかある意味物置っちゃ物置なんですけど、金属製のスタンド、譜面台みたいなスタンドなんですけど、コピー用紙が500枚ちょうど収まる幅なんですよね、このスタンドが。なんでもともとは買ってきたばっかりの500枚ぐらいの束のコピー用紙をここにドンと置いておくためだけのスタンドなんですけど、僕はそれプラス考え事をした時にすぐ紙に書きたくなる派なんですよ。作業中にすぐに手元に紙にアクセスできる場所を作りたかったっていう感じですね。でかつこれもコピー用紙をとかメモ用紙とかをすぐ手元に置いておきたいからといって直置きするとこの分のスペースが取られるのでなんで立てれるならそうしたいよねっていうので、このスタンドがちょうど良かったんで買いました。ちなみにこのスタンドはどちらで購入されたんですか？ネットストアなんですけど、アイドントの東京っていう3人組のユニットがいて、デザイナー3人で構成されているユニットなんですけど、その人たちのオリジナル製品で、そこのオンラインストアで買いました。で同じくそのユニットも僕と同じでアイデアをすぐ紙に書き出したいといういわゆるアイデアジャンキーって呼ばれる人たちで、そういう人たちがすぐコピー用紙にアクセスできるために自分たちが欲しくて作ったスタンドらしいです。そうなんですね。まさにぴったりだなと思って置いてます。ありがとうございます。続いてじゃあこちらのダイニングテーブルちょっと紹介をしていただきたいなと思うんですが、これはどちらで購入されたものでしょうか？確かグリニッチさんっていう米子に本社があるインテリアメーカーさんなんですよね。多分家具メーカーっていうのかな、オリジナルで家具も作りつつ販売もしつつ、代官山にもショールームがあってでそこでも実物を見て決めて買ったやつです。どんなところがポイントで購入されたんですか？足が可愛くて中目黒にあるグッドサウンドコーヒーっていうカフェがあって、でそこがリモートワークなんでいろんなカフェで作業するんですけど、一番僕が居心地が良かったカフェで、そこのカフェのテーブルがすごいなんかサイズ感もすごくちょうどよくて、で足かわいいなって思いながら、これどこに売ってんやろと思ってそれに似たやつを探しました。そうなんです。わかんないです。もしかしたら同じところで作ってる可能性はあるんですけど、そこまではちょっとわかんないです。確かに言われてみればカフェテーブルというかちょっと近いですもんね。このカフェテーブルっていう名前で、そうなんだ。ダイニングとは言いながらカフェで作業するのが好きなんですよ。じゃあ作っちゃえとカフェの2人席で作業してる風の
場所が欲しくて作りました。だからここにメニュー表を置いてもいいぐらいの一曲ですよ確かに本当はここに置いたらそうなりますね、はい、なんでたまによいしょこここにランプを置いてで作業したりとかはしています。そうなんですね、ちなみに今紹介していただいたランプはどちらのものなんですか？これテントっていうデザイン事務所さんのテーブルランプ1っていうものですね、テントと藤田金属っていう大阪の金属メーカーがあるんですけど、フライパンとか作っている。もともとフライパン工場でフライパンを作ってたんですけど、それと同じ技術を使って照明も作っちゃいましたっていうやつ。なのでここに乾電池が4本入ってるんですよ。乾電池、はい、でコードレスで持ち運べると。兼用です。兼用これもデスクライト兼テーブルランプっていう感じで使ってます。わかりました。あとは、デスクチェアですね。オフィスチェアが、はいこちらのちょっと椅子についてお尋ねしたいんですけど、これはどちらで購入されたものでしょうか？ビットラで購入しまして、もともと無印の白い椅子を使ってたんですけど、それと似た雰囲気のやつが欲しくて、オフィスチェアで座り心地もすごくいいんですけど、アームがなくて空間を圧迫しないもの、かつその座り心地も合理してるんですけど、見た目がすごいシンプルで部屋の狭さをあんまり意識させないような圧迫感の少ないオフィスチェアが欲しくてこれにしました。デスクチェアとかって結構ピンキリというかあれですもんね。そうなんですね。そうなんです。なんで僕が今出せる予算内で座り心地も良くて、でかつ色味も良くてっていうのを探したところ、これがちょうど良かったです。なるほどね。ありがとうございます。あとはデスク上にビジュアルブックというかね、が置いてあったり、それこそまたちょっとハットというか鳥の小鳥ですか？小鳥のオブジェも置いてありますが、ちょっとこの辺りについてもお話をお伺いしてもよろしいですか？はい、僕基本的に次のオリジナル商品のアイデア出しとかをここでしたりするんで、それの参考になるものが手元に欲しかったりとか、あとはなんとなく気分が上がるそういう好きなブランドのカタログとかそういう雑誌とかを手元に置いたりしてます。ちなみにこの小鳥のオブジェというか、これは何なんですか？これは陶器でできてる鳥さんなんですけど、中にこれ小豆が入ってまして、小豆が入ってるんですけど、レンジでこの鳥ごと温めると中の小豆がすごい保温力があるんで、それでだいたい30秒温めると15分ぐらいあったかさが持続するっていう、いわゆるハンドウォーマーっていう商品ですね。これもオリジナルで開発した商品なんですけど、湯飲みを持ってぼーっとする時間が欲しいなと思って作ったものなんですよ。例えばメールの返信とかトゥードゥーリストを作ったりとか、そういうやることを次から次へとずっと探してた状態で、ふと何してんねやろう自分ってなった時にぼーっとするためだけの時間を作る道具を作りたいなと思ってこの鳥ちゃんを作りました。これは普段オンラインショップとかで購入できるんですか？そうですね。今のところ買えるオンラインショップが2つだけで、僕が運営しているオンラインショップとこれを一緒に作った方が運営しているオンラインショップの2つだけで買うことができます。気になる方はぜひチェックしていただいて、これでぼーっとしてますいやでも考えないことは結構大事な時間というか、そうですよね。意外とそのぼーっとしてる間にも脳って動いてて、逆にアイデア出ちゃいます。とか緊張すると僕は手が冷たくなっちゃうので、リモート面接とかプロジェクトのプレゼンとかそういうのをオンラインでやるときにこっそりこのあったかい鳥ちゃんを抱えながら手を温めながらやってます。なるほどね。ちなみに今読んでらっしゃるビジュアルブックはどんなビジュアルブックこれ読んでらっしゃるんですか？雑誌とかカタログなんですけど、ツールズっていう本があるんですけど、何年かに1回刊行されるんですよ。今はもう多分出てないんですけど、ひたすらにいろんな道具がカタログみたいにして載ってるっていう本ですね。これはデザイナーとかがすごい一番好きなそうです。たまらんやつですね。たまらないやつですね。いやたまらない。そうなんですよね。ここにある道具すべて絶対
対に僕の脳みそじゃ思いつかないやつばっかりで、脳みそをこの本に外注してるっていう感じですね僕は思いつかないからあなたが考えてっていう、はいはいはい、こういうのがあるんだっていうので、それと同じ理由で本を持ってます。これも、多分ご存知の方多いと思うんですけど、ヘイっていう、これもデンマークの多分インテリアブランドのカタログなんですよね。でこれもただひたすらにインテリアとか、あとはなんだろう、色使いとか、家具をがっつり作るわけじゃないんで、写真の世界観とか、こういう本が平積みに載ってる雰囲気っていいよねとか、そういう僕には持ってないなんかふざけた要素というか、僕すごい真面目なんでなんかね、すごい真面目なアイデアばっかり考えちゃうんですよ、なんかこれもそうなんですけど、なんかこういうふざけたアイデアというか、まあこれが何なのか僕は分からないんですけど、面白い考えをしてもいいんだなっていう脳のなんか容量を広げるような、そういう本を手元に持っときたいって感じですね。ありがとうございます。ありがとうございます。あとはこちらに、これはスツールって言ったらいいんですかね。そうですね、スツール、座るためにも使ってます。これはどちらのブランドのものなんですか？これは無印良品の商品で、スツールとして使ってはいるんですけど、再三言ってるように僕の部屋超狭いんで、基本常に物選びをするときに何かと兼用できておきたいんですね。スツールと言いつつ、これは中に下着とか着替えとかタオルとか、そういったランドリー系を全部入れてます。これおいくらぐらいで販売されてるアイテムなんですか？3000円前後だった気がします。そんなに安いんですね。はい。それでじゃあ座って収納もできて、そう、素晴らしい。それすごいですね。確かに出窓でスタンディングしつつ、疲れたらちょっと座りたいなっていう時にこの配置が完璧でしてここで座る、で立ち仕事ができるっていう、この切り替えができるこのレイアウトが僕すごい気に入ってます。でがっつり座りたい時はこっちに行ってとか、そういうなんか中間的なインテリアの役割を果たしてるスツール兼収納ボックスっていう感じですね。ありがとうございます。そしたらじゃあちょっとこちらの方に移動をして、奥に突っ張り棒でディスプレイ化がされてると思うんですが、これはどんなアイテムなんですか？これはでもまさに突っ張り棒で、突っ張り棒メーカーが開発したドローアラインっていうインテリア製品になってますね。でこれもなるべくこの床面積を使わずにインテリアを楽しむっていう製品で、まさに僕の狭い部屋にぴったりの製品だなとか思いながらっていうので使っていますね。なんでここにスピーカーをかけてみたりとか、あとはミラーをつけてみたりとか、部屋の角に鏡があるとちょっと広く見えるっていうそういう効果があって、僕ここにあえて置いてたりします。ドレッサー代わりにもなってる感じですね。そしたらじゃあ、あとその下にあるこちらの収納してるアイテムがあると思うんですが、これはどんなアイテムですか？これはツールスタンドっていう商品名なんですけど、道具をいっぱい入れられるスタンドになってますね。でこれは全然持ち運べる、取っ手がついていて、で一見縦看板みたいな佇まいなんですけど、ポケットが確か14個ぐらいついてて、そんなに両面でポケットが大小あって、 iPad とかスケッチブックとかスマホとか、なんかそういう細々したものから割と大きいものまで全部ここにガッソッと収納できるやつでして、でかつその2枚の板がこう縦看板みたいになってるんで、この中間にスペースがあるんですよね。なんでここにも物が置けちゃうんですよ。ティッシュとかそういうコロコロとかも置けるんですけど、僕の場合はガジェット類とかコード類とかごちゃっとするものを全部ここにぶち込んでるっていう感じですね。確かにでもすごいごちゃっとしてるようには見えないですもんね。一見そうですか？じゃあよかったです。成功です。成功してますね、やっぱり。これも狭い部屋の床面積をちょっとでも広げるためにごちゃっとしたものをここにひとまとめにするという、で見た目軽やかっていうのがすごいいいんですよね。これぐらいの収納力があるものだと箱とかそういうボックスとかになりがちなんですけど、割と見た目が軽そうなんで圧迫感を与えないっていうのがすごいいいなと思って使ってます。ありがとうございます。そしたらじゃあ今度ちょっと反対側にあるこちらの本棚についてちょっとお尋ねしたいんですけど、これはどちらのブランドのものなんですか？
これは僕がオリジナルで製品化したものでして、僕はものづくりやってて自分でオリジナルで製品を企画して販売もしたりしてるんで、そのストアから売ってる製品になります。はい、これはどういうアイテムとか今どういった感じでこれ立てかけてるんですか？これはもうでも本当に自重で立てかかってるだけでして、棚がついた板が壁にもたれかかってるっていうだけの状態なんですけど、なので下も特に固定してないですし、本当にこいつだけが今自分の重さで立ってるっていうだけの状態ですね。これはなんかまた本棚以外にもなんか役割というかあったりするんですか？兼用兼用そうですね。今はそういう使い方はしてないんですけど、配線を隠す存在、板が欲しくて、で、もしかしたらその配線を隠すのを全身鏡、鏡で隠せばいいかなとか思ってたんですけど、でもなんかそれだけでちょっともったいないなと思って、なんか立てかけれる収納棚みたいなのがあれば僕の暮らしにすごいぴったりだなと思って、じゃあ本棚にしようと思って板に棚をつけて本棚にしたっていう感じですね。なんでこれは後ろに物も隠せるし、でかつそういう存在でありながらディスプレイもできるし、自分が好きな本も飾れるしと、いわゆるその本を飾るための棚でありながら物を隠す板でもあるよっていう、そういう兼用の商品にしました。はい、ありがとうございます。はい、ということで上田さんの記憶的ルーム撮影させていただきました。最後にちょっと軽くお話をお伺いしたいなと思うんですけど、このお部屋のコンセプトを言葉で表現するとしたらどんなお部屋ですかみたいなところをちょっとお聞きしたいんですが、いかがでしょうか？一番くつろげる仕事部屋って言いますか、その生活空間ではあるんですけど、ぶっちゃけ実は仕事してる時間がこの中では一番大きいんじゃないかなっていうので、カフェで仕事するようにもしたいし、出窓で太陽光を浴びながら立って作業したりもしたいしっていうので、寝れる仕事部屋って感じですかねベッドがあって寝れる仕事部屋って感じですかね。ぐっすり寝れる仕事部屋って感じです、ちなみに結構今回いろんなアイテム紹介してもらったと思うんですけど、なんか普段上田さんがチェックよくするブランドとか、セレクトショップとか、なんかそういうものとかってなんかあったりしますか？表参道のヘイとかシボネとか、ああいうところを行っちゃいますね。意識せずに歩いてると自然にそこに足が向かってる感じですかね。あとはスパイラルマーケット、おしゃれなんですけどこんな商品置いてあるのみたいな、すごいニッチなところまで取り扱ってるようなセレクトショップが僕は好きですね。ありがとうございます。ありがとうございます。そしたらじゃあ最後に上田さんの方から何かお知らせだったり告知があればしていただければなと思います。告知は特にしたいことはないんですけど、自分の部屋のこととか、自分がこれめちゃくちゃいいなと思った製品とか道具とか、そういうのがなんかすごい人に自慢したくなる体質でして、なんかそういうのをツイッターでこういうのあったんですよ、すごいでしょうとかいうのを投稿したりしてるんで、よかったら見てみてください。ぜひじゃあ上田さんのツイッターの方チェックしていただければなと思います。というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストは上田さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。